今回は自己資金ゼロで土地を買い家を建てた娘夫婦の家の紹介をしたいと思います。土地が安く購入できたわけやかかった経費、建築費など全て公開します。私は建築士で、建築当時は大手ハウスメーカーに勤務していました。本来であればそこで建てるケースが多いのでしょうが、自己資金もないのでとても相手にしてもらえません。そこで私が設計施工管理までして休みや早朝などの時間を利用して建てました。ですから公開する金額は全くの原価です。仕入れは大手ハウスメーカー並みで仕様もグレードアップしていますが、総額は驚くほど安くなっています。これからマイホームを建てる人の参考になれば幸いです。まずは土地購入ですが、いろいろ探してきた娘が持ってきた物件は、私の家からも近い南道路の東西に長い日当たりのいい土地でした。しかしこの物件は市街化調整区域の土地でした。通常では家が建たない土地でしたが、開発の許可申請をすれば住宅が建つ土地です。ただ広さも130坪あり、ちょっと大きすぎました。その上、水道もなく30メートルぐらい先から引かないといけません。そのようなことで坪単価は相場より3万から4万円安い6万5千円でした。さらにこの土地は不動産屋さんの自社物件だったので、不動産手数料もかかりませんでした。通常ですと32万円ぐらいかかるので、それだけでも助かります。水道引き込みは不動産屋さんの知り合いの設備屋さんにお願いして80万円の請求でしたが、なんと不動産屋さんが半分負担してくれました。教会の外交も化粧ブロックを3段積んでくれました。距離にして約60メートルもありましたので助かりました。そのようなことで土地代金は880万円。契約の印紙代が5000円で、合計880万5000円でした。次は土地の開発申請です。私も経験はありませんでしたが、確認申請に使う図面と同じようなものが多いので、さほど大変ではありませんでした。申請に必要な書類等は娘が取りに行き、市役所等の提出も娘がしました。おかげでかかった費用は1万7650円でした。開発行為許可申請の内訳としては、埋蔵文化財発掘届が0円、道路専用許可申請書提出0円、排水承認申請が7000円、証明書等の費用が2050円、開発行為許可申請費8600円、合計1万7650円でした。今回の申請を行政書士に頼むと24万円ぐらいにはなりそうです。私の勤務している住宅メーカーは鉄骨系ですが、私は 2x4 工法が好きなので、自宅も含め今回も 2x4 住宅です。2x4 は木造住宅ですが、省令準耐火構造で火災保険も安くなります。地震にも強く、気密性もいいので省エネ住宅でもあります。勤務もあり、そうそう現場には行けないので図面類はたくさん描きました。確認用の図面はもちろんですが、構造図や詳細図も全て描き、図面を頼りに施工をしてもらいました。開発申請の許可が下りて、ようやく開発の工事開始です。主な工事は盛り土と排水管の接続です。盛り土は採石を敷きました。開発の工事が終わり、その検査済証を添付して確認申請書提出となります。開発工事と水道引き込み工事費をここで計上しておきます。盛り土は15万7140円。水道引き込み工事は半分負担してもらったので43万2000円。合計58万9140円でした。その間に並行して進めていた住宅ローン審査も通り、土地代880万、住宅2000万円、諸経費150万円、合計3030万円の借り入れが可能となりました。家は土地が広いので平屋にすることにしました。建築面積は42坪になりました。私としてはもっと小さくしたかったのですが、バイクのガレージなどの希望もあり大きくなってしまいました。建築確認申請は自分が会社で設計士の登録をしているので、自分の名前が使えないので、申請書の作成と図面までを自分が作り、提出と現場検査の申請のみを
友人の設計士に依頼しました。申請は民間の東日本住宅センターにしました。書式はサイトよりダウンロードできます。必要事項の記入をします。浄化槽の使用書は自分で作成して申請したので、実績回避の名目で支払った3000円のみでした。建築確認申請の内訳は、建築士の支払い、これは書類提出と完了検査の立ち会いなどで55,540円。東日本住宅センターの申請料が30,020円。浄化槽協会に3000円の支払いで合計88,740円でした。次は構造図の作成ですが、基礎部設図は地盤調査の資料をもとに作成します。地盤調査の結果に問題箇所はなく、平屋建てということもあり心配はないのですが、基礎はベタ基礎にしました。地盤調査費は37,800円でした。地鎮祭も終わり、いよいよ着工です。基礎はベタ基礎の一体スラブで、湿気防止に防水シートを貼ります。背筋は異形鉄筋 13mm で 200mm 間隔です。スラブ圧は 150mm になります。背筋が終わったら給排水管の配管です。スリーブ等の入れ忘れがないように確認します。コンクリート打設。基礎は総2階建ての場合あるので時間がかかります。無事打ち終わりました。完了検査に背筋等の写真提出があるのでしっかり記録しておきます。強度的には基礎幅は 120mm でもいいのですが 150mm にしました。工事用黒板もアプリがあるので助かります。仮設のバラシも終わり、養生期間中に外部の配管工事を進めておきます。玄関ポーチの土間コンクリートと同時にエコ給湯の基礎も打っておきました。後打ちは手間と経費がかかります。浄化槽は七輪槽です。残土は宅内に処理しました。建物がないので外部の設備工事も楽にできます。基礎工事費は地盤調査費が37,800円。基礎工事一式で108万飛んで1,440円。仮設のトイレが27,324円。浄化槽が本体のみで21万5,000円。合計は208万1,564円でした。建物は 2x4 工法なので、敷設やスタッド図も必要になります。フレーミング工事は工場で加工したパネルを現場で組み立てますが、私が依頼するところはパネル工場ではなく加工場で手作りになります。基礎は耐力壁線状と肘基礎が細かく入っているので、塚などは必要ありません。基礎の上に基礎パッキンを敷き、土台を乗せます。床は 2x6 で 445mm 間隔です。防偽処理をして断熱材を入れます。断熱材はスタイロフォーム厚さ 60mm を入れました。壁はパネルなのでクレーン車で吊り上げ、組み立てるので早くできます。開口部上のマグスは小窓を除きすべて2の 2x10 なので、カーテンレールの下地などの心配はいりません。サッシの開口寸法や高さは図面で指示してぴったりになっています。足場は作業性を考慮してこの時点でかけました。屋根はカール吹きなので、たるきは 2x6 で、スパンの遠いところは2の 2x12 の梁を入れます。小屋裏部屋を作るので開口を作っておきます。天井根座も 2x10 にしておきました。完了検査用に写真はしっかり撮っておきます。フレーミング工事は断熱材や防偽処理も含んで合計300万になりました。躯体工事が終わった後はすぐにルーフィングを張ります。天候にも恵まれ、雨に降られず、ここまで完成することができました。屋根は材料により後のメンテナンス費用がかかるので、私のこだわりで最終代わりにしました。平屋ということもあり金額はかかりましたが、後のメンテナンスがかかりません。商品はスーパートライ110の平瓦です。瓦工事は一式で154万円でした。サッシはリクシルのサーモス X でトリプルガラスです。外はアルミで内側は樹脂になっています。玄関ドアは親子ドアの断熱仕様リモコンタイプです。玄関ドア、サッシ、シャッター、網戸、取り付け費は含まず、玄関ドアは23万8248円。サッシ、シャッター、網戸、こちらは取り付け費は含まず
163万2641円でした。合計で180万7889円になりました。サッシ周りや防水テープを貼ります。糖質シートは遮熱タイプで少しでも省エネになるようにしました。断熱材はロックウールを使用し、天井は 100mm、壁は 75mm、断熱材をベーパーバリアで覆います。2x4 工法は省冷準耐化構造なので、石膏ボードは 12.5mm を使います。ボードは必ず千鳥に貼ります。壁をまたいで貼ることで一体となり強度が増します。これで枠組み壁工法と言われています。建材費の断熱材13万6080円、石膏ボード11万9350円で合計25万5430円になりました。ここで土地の購入から今までの工事費をまとめておきたいと思います。土地購入代金880万5000円、開発行為許可申請費1万7650円、開発工事と水道の引き込み工事で58万9140円、建築確認申請費8万8740円、基礎工事費208万1564円、フレーミング工事費300万円、屋根工事費154万円、玄関ドア、サッシ、シャッター、網戸の商品価格のみで187万889円、断熱材と石膏ボードの建材費25万5430円、合計で1824万8413円となりました。次回後編は内装と設備機器、完成後の登記費用などになります。ハウスメーカーの仕入れ価格並みの原価で購入していますので、その辺の価格も参考にしてください。この他、築30年の DIY フルリフォームなどの動画もありますので、ぜひご覧ください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。なお、質問があればコメント欄にお願いします。細かいことにもお答えできると思います。では後編もよろしくお願いします。